どうもこんにちは、いさむです。今日はストレッチに関するお話をさせていただきたいなと思っております。で、僕ちょっと親知らずを抜いたばかりでして、聞き取りづらい場所があるかもしれないんですけれども、ちょっと頑張って、聞き取れるように喋っていこうと思いますので、ご了承いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、この動画を撮ろうと思ったきっかけっていうのが、僕緊急事態宣言が始まってから17日間毎日ストレッチの動画っていうのをアップしてきました。緊急事態宣言終わりで180度開脚するやつというタイトルでやってたんですけれども、それっていうのは僕自身がちょっと体硬くなったなと思ってて、でせっかく緊急事態宣言に入ったんで、何かね動画はやろうって思ってたんですけど、その中で、僕自身が180度17日間で開脚するところを目指そうっていうことで、自分へのチャレンジとそれを、動画にすることによって、視聴いただいている皆様の体も柔らかくなってくれると、そう思って、動画を出したんですよね。でそれが終わってですね、最近レッスンで、お話をね、お客様とお話をする中で、その期間中にストレッチをやってくださった方、それから今でもねそれをやり続けてくれてる方の感想だったりとか、どうなったとか結果とかね、そういったものを聞く機会っていうのが最近多くて、でそういう話をしている中で、やっぱり動画じゃ伝わらないんだなっていうことだったりとか、もうちょっと強く僕が言っておくべきだったなと思うこともあったので、今回はそれを、お話の中でまとめてですね、ポイントをお伝えしたいなと思ったんでこの動画を撮っております。なのでこの動画っていうのは、その17日間のストレッチ動画をこれからやろうって思ってくださってる方、それから、もうやってくださってる方向けの、動画となります。そしてストレッチっていうのは僕が過去に自分が硬かった時に、やってきたものだったりとか、今自分でもね、もちろんやってたものをお伝えしてるんですね。でストレッチっていうのは人それぞれねいろんなやり方があると思うんですよ。なので今からお話しするポイントもそうだし、動画っていうのは僕なりのものであるというところを、ご了承いただければと思います。はい、ということで、早速ですね本題に入ろうと思うんですが、動画の中に今回、やろうと思ってたポイントっていうのが3つあったんですね。動画内でも言ってたんですけれども、1つ目っていうのは、今回のテーマっていうのが一点突破と淡々と続けるっていうことだったんですね。で一点突破ってのはどういうことかっていうと、ストレッチっていろいろあると思うんですね。その中で今回は足の開く角度を広げていくっていうことをテーマに、やりたかったんですね。180度開くやつっていう風に、タイトルにしたのはそういうことなんですけど、そこだけにフォーカスをすることをやってるんですよ、動画の中では。なので、一緒にやっていただく方も自分の足が開くこと、開いていくっていうことだけに集中をしてほしいなっていうところがあります。で例えばその前に足を閉じて前屈したりとか、足の裏をこうやって合わせてね、膝を立ててこうやって前に倒したり、それから単純に体が前に倒れるとか、そういったことっていうのは動画の中で目指してないんですね。なのでそこが柔らかくならないなっていうのは動画の中で達成することっていうのは難しいということなんですよ。要は、動画で目指すのは足の角度が開くようになる。だから、それ以外の部分っていうのは気にする必要はなくて、足が開くことだけに、フォーカスをしてやってみてほしいなと思います。そっちの方が、僕的には効果的だなと思ったし、いろんなことをやっちゃうと動画自体の長さが長くなる。で長くなるとやっぱり継続はしにくい。なので短くしてそこだけにフォーカスをするっていう風に、考えてやったんで、そういう風な思いでやっていただけると、いいんじゃないかなと思います。これが1つ目です。そして、2つ目というのは、今回必ず最初に自分がどれぐらいの硬さからスタートするのかっていうのを、チェックしてたんですね。でこれっていうのも普段は別にやらないんですけど、今回180度開脚するやつっていうことでちゃんと、開いていく童貞っていうのも見てもらえたらなと思ったんでやったんですけど、あれを一緒にチェックをね必ずするっていうことをやっていただくことによって、なんていうんだろうな、終わった時に
なんかこう柔らかくなった気がするなとか、あんまり変わってない気がするなとかっていう、この気がするなっていうことはなくなるはずなんです。なぜならば1回ずつチェックをして今どれぐらいなんだっていうのが目で見て分かるので、変わってない、柔らかくなったって言い切れる状態になるはずなんですよ。あのチェックを必ずやっていれば。なので、そのチェックをすることによって、毎回こうなったなっていうのをやっていただけるといいんじゃないかなって、今回特に日数で縛ってたんで、それがいいんじゃないかなということで、今回は必ずチェックをするっていうのを入れてました。なのでもし今ご自身でねやっていく中で、分かる方はいいんですよ。柔らかくなったなって、もう明らかになったなって分かる方はいいんですけど、なったなあんま変わってないなっていうような推測で、考えてしまう方はぜひ、今日からでいいんでチェックしてみてください。そうすると2週間後に、2週間前の自分とどうなったかっていうことが言い切れるはずなんですね。なのでぜひね、それもチャレンジというか、試してみてほしいなっていうポイントでした。これが2つ目です。そして最後3つ目、今回のチャレンジっていうのは、僕自身のチャレンジと、見ていただく方に向けた、チャレンジという2つの意味があるんですけれども、180度開く17日間でっていうのは、スタート地点が僕の柔らかさだったから180度って決めたんですね。なので、17日間で誰でも180度開けるようになるやつっていうのとはまた話が違うんですよ。なので、例えばすごく硬い、特に僕も硬かったんで分かるんですけど、硬い方が180度開けるようになるにはね、やっぱりものだけを17日間やって誰でも180度開けるようになるっていうわけじゃないんですね。なのでご自身のこれぐらいになろうっていう目標を逆に立てるのがいいと思います。僕は180度というのが、分かりやすかったので、数字で出したんですね。自分いけるんじゃないかなと思ったんで。というのをそこだけ誤解しないでもらいたいなというか、それはね、誰でも17日間で180度開けるようになるっていう方法っていうのはすごく難しいと思います。でやっぱりね、スタート地点も違えばやれる時間も違うだろうし、やるやり方っていうのもやっぱり動画で見てね分かるのは限界があると思うので、誰でも180度17日間でいけるっていうことじゃなくて、僕のスタート地点からの180度っていうところだけ、ご理解をしていただく必要があると思いましたので、それを伝えました。なので一番いいのは自分で、これぐらいを目指そうってまずは決める。でそこを達成したらまた開いていく。で、僕と同じぐらいになったら今度は180目指すみたいな、この階段をですね、登っていっていただけると、なんつうの、目標設定がもっともっといい感じにうまい具合にね、進んでいくんじゃないかなと思ったんで、これを伝えさせていただきました。はい、ということで、お伝えしたかったポイントはこの3つです。1つ目はこの17日間の動画っていうのは180度、要は足の角度が開くようになるためのことをやっているものであるということ。それから2つ目というのは、必ずチェックをして自分で言い切れる状態に持っていく方がいいですよっていうことですね。で3つ目っていうのは、自分なりの目標点っていうのを決めること。僕のスタートラインからの180度開くやつであるというところ、この3つが、もうちょっとこう分かりやすくというかね、伝えておけばよかったんだなって、やっぱ動画だと伝わりにくいんだなって思ったポイントなので、改めて、伝えさせていただきました。ただ僕自身も、実際どうなるかっていうのは分からずにチャレンジをしてたし、見ていただく方のこの、YouTube っていうのはこっちから伝えることしかできず、皆さんがどういう風な状態でねやれてるのかっていうのは分からないので、そこも踏まえてね、もっと分かりやすく説明しておけばよかったなっていうところだったんで、今回動画にさせていただきました。ぜひこれからも諦めずにですね、淡々とストレッチはやってみてください。それから、
この期間だけではなくて、僕自身もこれで何もしなくなっちゃったら、この17日間で180度開いたものっていうのはどんどんまた硬くなっていきます。でというか、だから僕自身もやり続けるしね、180度開けるようになったけど、何もしなくなったら後退していくんですよ。何もしない状態っていうのは後退なので、維持をするのも、やらなきゃいけないですよね。もちろんああいうふうにがっつりとやらなくても維持はできると思います。そこまで一回行ってしまえば。ただ180度以上、もっと柔らかくしよう、立った状態で壁にペターンとね足を上げてくっつけようとか先に行こうと思ったらがっちりとやんなきゃいけませんが、維持っていうのはもっと短い時間でも日々やっておけば維持は僕はできると思っているので、ただゼロっていうのはやっぱり後退になっちゃうんですよね。なのでせっかくチャレンジしてくれて、柔らかくなったなって思ってくださった方はぜひずっと続けるっていう思いで1日1回 2,3 分でもいいからストレッチの時間を取る、これだけで維持はできると思うんで、ぜひとも皆さんがねこれから、維持していけることを少しでもね維持していけることを願ってます。そしてストレッチだけじゃなくてトレーニングも同じだと思ってます。その短期間だけにガッと集中してあと何もしないじゃなくて、長い期間続けていこうっていう思いでね、ぜひ取り組んでいただきたいなと思っております。というのが、最後に僕が伝えたかった願いです。はい、それでは、ちょっと長い時間になってしまいましたけれども、そして噛んだりとかねしてると思いますけれども、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また、ちょっと親知らずが良くなったらかな、トレーニング動画っていうのも上げたいなと思っているので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、それでは、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。特許権利奥義、商標権利用義、